クリスタルアリーナルール説明。このゲームはフィールドにある石、ルーンストーンを取り合い最終的に持ち点を0にした方が勝ちです。石は7秒チャネリングすることでゲットでき、120秒ごとに相手の石の数と自分の石の数の差で持ち点を減らし合います。持ち点は150ポイントキルするとマイナス6ポイントですが、石では最大マイナス40ポイントなので積極的に石を取り、守りましょう。チャネリング中にダメージを入れると石取りを妨害することができます。基本的ルールはここまで、わからないことがあったらコメントで聞いてください。どうも皆さんこんにちは。1歩進んで2歩下がる。ゆっくりレ夢ムと、前の動画から時間空きすぎなんだぜ。ゆっくりマリサと、ふと消えるモチベ。あるあるですね。うぷ主けなでございます。ほぼ3週間失踪してましたが、またアリーナ実況やっていきますよ。そういや、前回炎の杖使うって言ってたよな。なんでルートバウンドになってるんだよ。いやー、炎ってアリーナ最強なんですが、ダブルを遠くから打ち続けるだけなんですよ。あ、画面映えが死ぬのか。そうなんですね。そして急落するモチベーション。弱々メンタルすぎるだろ。炎は適当に使っててもゴールドまではいけるんでそこまで喋ることもないですしね。そしてルートバウンドに行き着いたと。そういうことです。この武器の強みを語りますと、ものすごい耐久と攻撃ダメージです。どういうことかと言いますと、Q とダブルがそれぞれ回復と無敵で、どちらにも少なくないダメージがついてるので、前線で耐久してるだけで敵を削ることができます。ヘイトを買いつつじわじわ削る。そんな立ち回りになりそうだな。というわけで構成を見て、相手の武器で注意すべきは、豪華の拳と、クロスボウですね。瞬間火力が高い武器たちだな。そうですね。この武器の前で瀕死になると、リスチに送られちゃうので、しっかり警戒しておくことが大切です。さて、接敵するとき、ルートバウンドは常に味方と敵の真ん中を意識しましょう。ダブルは自分に無敵がつき、味方にはシールドがつくので、敵味方全員を巻き込めたらすごく強いです。シフトチャージとマナの管理はどうするんだ？シフトチャージはカーレオンケープをつけて Q を2回打ち、ダブルを1回打てば溜まります。そしてマナは、なんとシェイプ武器は変身中マナ回復が早くなるんですよ。なんだよそのチートパッシブ。なので意識的に人型でいる時間を減らし、シフトとボールのスキルを使う時だけ人に戻る感じで動けば問題ないです。シェイプ武器は本当に強いな。足元に Q を置きながら、オートアタックでダメージを伸ばします。なんか敵が緑の爆発を起こしてないか？ああ、言い忘れてましたが変身中に3回攻撃すると爆発します。はぁ、じゃあもう適当に Q をポイポイしながらオートアタックしてるだけでダメージ出るじゃん。アリーナの環境は動物園とかしてるんですよ。クマとキと鳥と狼が暴れ回ってるんだから。外されるコウモリとゴーレム。コウモリだけは救えないよ。そしてルートはちょっとしたコンボがあって、ダブルとソルジャーが同じクールダウンなので、ソルジャーを使ってから、5秒心の中で数えてダブルを打つと、ダメージが強化されていいダメージが出せます。そしてクールダウンが上がるのが同タイミングなので、クールダウンの管理をめちゃくちゃ大事にしましょう。なるほど。二人30秒間隔で、ソルジャーとダブルを回し続けられたら、いいダメージが出せるってことだな。そういうことですね。こういう石取りの時間、しっかり変身してマナ回復を忘れないように。さて、敵が来そうなとこで待機しますかね。来たな。防具がプレート装備なので、できるだけ前に居続けてヘイトと前線の管理をしましょう。やばいと思ったらソルジャーダブルで無敵を張ります。無敵の間にも回復が受けられるとんでも仕様なので、結構無茶ができます。無茶するためにしっかり最初に構成確認が大事だな。頭の純血頭巾は、炎の杖の栄翔を止めるようなので、もし炎がいなければ適当にぶっ放してダメージに加算してください。足のガーディアンに関しては、耐えると器用に履いてますが、大家の靴の方が扱いやすいので、そっちでもいいです。Q を足元に置きつつ殴る。ソルジャー起動。レイブレーカーに消されましたな。まあ気を取り直してダブル打ちます。強いですね。結構強烈なスローが入るんだな。スローとシールドで結構味方を守れるので、ルートは味方を守るディフェンス型もあります。へえ、どっち使おうかな。ソロでやるなら絶対に DPS をおすすめします。ノラはかなり当てにならないので。そうか、トリオかフルパならディフェンス型も強そうだな。よからぬチャネリングを見つけたら靴で軽減。いい感じに防御できてるな。この最前線の位置はすごくヘイトを買いやすいので、結構難しめの役割になります。ただうまくやれた時のソロランクの安定感は異常に高くて、今のようにバリアでヒーラーや味方を守れることから、ある程度味方ガチャに左右されなくなります。それはでかいな。ヒーラーで言えば、
即効性のないヒールしか持っていない同彼の杖に出くわした時なんかでも、なんとかシールドでカバーしきれるのでいいですね。あ、そういやご飯食べてませんでしたね。この時オムレツ食べてますけど、ご飯のおすすめはT6うなぎシチューですね。まずい、豪華に削られましたね。ここはソルジャーの暇がないのでソルジャーなしでダブル打ちます。あとちょっとで豪華が落とせそうですが。決め手がありませんね。あくまでじわじわ削る武器だからフィニッシュは味方頼りになるな。そうなりますね。継続ダメージがあってフィニッシャーもできる武器なんてない炎の杖がありましたわ。だがしかし画面がハイライトより理由でオクラになってしまった悲しき武器。いやー本当に今動画で紹介する武器悩んでるんで何かリクエストあったら受け付けます。アリーナの基本的ヒーラー解説でもしてみようかな。アリーナのヒーラーはマジでむずいからね需要あったらやりますよ。忘れがちな変身でのマナ回復。ここの階段より後ろに行くと電線が下がっちゃうのでなるべく耐えます。旧のヒールを足元に置きながら殴ってるだけで簡単に電線をキープできるのでいいですね。こんな立ち回りを他の武器でやったらすぐ死にそうなんだぜ。電線をキープできると石取りの駆け引きを起こすことなく試合を進めることができるので、引く判断は大切ですがむやみに引きすぎないことを意識すると勝てる試合を増やせると思います。ただもうオーバーキル感あるよな。石をめちゃくちゃ取れてるので勝てそうですね。まああとは勝つだけなので旧のヒールの豆知識を。旧のヒールは持続時間よりクールダウンが短いので同じ場所に出現させられるんですよ。ほうほう、じゃあもしかして重複するのかと思いきや重複しませんでしたね。あら残念。いや妥当か。妥当ですね。あとはシフトチャージについても旧のことで話したくて。旧ってシフトチャージがあると範囲が広がるんですけど、強制的にチャージが使用されちゃうんでダブルがとっさに打てなくなる時があります。なのでなるべくチャージ3つ以下の時に旧を打たないようにするといいですね。と、まあこんなところですかね。なんだかシェイプって難しそうなんだぜ。そうだなぁ、現環境でめちゃくちゃ強いシェイプですが確かに立ち回りやチャージの管理が大変ですね。私は大野を振り回している方が性に合ってるんだぜ。いろんな立ち回りができて本当にアリーナは楽しいですね。ということで GG。なかなかいいダメージと回復量出てますね。1万もヒールできてたのか。ディスコードの募集もまだまだやってます。アリーナやってる人、やりたい人ぜひディスコードに来てください。自分はずっとアリーナやってるので一緒にアリーナしませんか？まああとはテンプレとかティア表なんかも貼ってますので覗いてみるだけでもぜひどうぞ。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。気に入ってくれたらチャンネル登録、高評価よろしくなんだぜ。質問文句ご意見ご要望は、ぜひコメント欄にお願いします。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。